GT ファンの皆さん、こんにちは。今日はここアメリカのカリフォルニアスピードウェイに来ています。GT ライブという名前がついていますけれども、 GT オールスター戦の模様をこれからお伝えしていきたいんですが、今回はおなじみ鈴木圭一さんと、私中島でリポートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、アメリカのこのカリフォルニアスピードウェイ、今パドックのね、真ん中にいるんですけれども、かなり大きなサーキットですよね。いや、ものすごい広大なサーキットですよね。で、地元のね、日本車のファンの方がものすごくたくさんいらっしゃってますね。この日本車の多いのにはびっくりしてますよね。でも本当にお客様いっぱいで、すごいですよね。ここまで入るとはちょっと思わなかったんですけども、すごいです。で、この後行われる GT のレースなんですけれども、 GT500 は10チームが参戦しています。また GT300 の方は、地元の3チームね、そうですね、地元のマシンも加えた14チームが参戦していまして、この24台で戦われると、これ楽しみですね。いや、もう本当に楽しみです。で、バンクをちょっと使って特設コースが作られて、今回直線的なとこをちょっとバンクを使っているというところで、その辺も見どころですよね。しかも決勝レースはこの後ナイトセッションで行われる。そうですね。ナイトセッションっていうのは初めてですから、その辺も見てみたいですね。じゃあぜひ決勝レース楽しみにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここカリフォルニアスピードウェイで JGTC オールスター戦が間もなくスタートするわけですが、今回はゲストに2002年 JGTC ドライバーズチャンピオンミスターファイナルラップ脇坂実選手にお越しいただきました。脇坂さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして、鈴木圭一さんにも一緒にお付き合いいただきたいと思います。圭一さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それにしてもこの日のカリフォルニアスピードウェイは素晴らしいお天気、若干風が強かったんですが、圭一さん。そうですね、天気はすごい良かったですよね。暑かったですよね、かなりね、気温が25度以上ということになりました。このオールスター200が行われます土曜日には3万2500人というファンが集まりましたですね。いや、初めてでよく入りましたよね。脇坂さんは残念ながらちょっとこのレースには出場されないということなんですが、行かれたことがあるんですね。そうですね、違うカテゴリーの取材で行ったんですけど、でもいいですね、こういう多くの外国人の観客に紛れてね、日本人のドライバーが映ってるっていう、このいい絵がいいですね。さあ、そのドライバーの声をお聞きいただきましょう。ここみんな初めてですから、そんなに大きな差は日本のコースで走ってる時はついてないんで、いいレースができると思う。アメリカのね、ホンダファンの皆さんのためにもね、優勝を目指して頑張りたいと思います。試験のとこでブレーキングでクラッシュしちゃいけないしね、その辺をみんな初めてなんだけど、それも敏速につかまなくちゃいけないしね、アマチュアじゃないプロだからね、そういったところでかなり差が出てくると思うんだけど、たくさんのファンが来るみたいなんで、やっぱりそのレースはレースでやっぱり勝ちを狙っていくと同時に、やっぱりね、この楽しさ GT レースの、それをうまく見せれればいいなと思ってます。ということだったんですが、圭一さん、やっぱり本気ですよね、レースになればね。そうですね、もう特に外国ということで、いくらオールスターと言っても真剣にやると思いますよ。そうですよね。さあ、そしてこの日は、日本車のファンというんですかね、スポーツコンパクトカーのファンというかがたくさんこの会場に集まって、いろんなイベントを、行われたということで、人気ありますよね、日本の車ね。いや、すごいですよね、Z にしろ NSX にしろ、あとスープラゼ、この本当に日本でこの GT をやってるそういう車の、そういうファンの方っていうのは結構多く見られましたよね。でね、オーナーズクラブのミーティングみたいなものも行われてまして、ものすごくたくさんの日本車が会場に詰めかけていたんですが、脇坂さん、ちょっとこれ不思議な感じですよね。そうですね、アメリカのサーキットなんですが、日本車がいっぱいで日本人もいっぱい。でも今映画とかね、その辺が火付け役となって、日本車のチューニングカーが向こうでかなり
ブレイクしてるみたいで、まあ、そこでお客さんが見に来るっていうのも、まあ、うなずけるんではうなずけるんですけど、そこをこうお客さんを何を求めてるかっていうところでね、これからどんどんその向こうのお客さんのニーズに合わせたレースを展開していければ、もっともっと大きなイベントになるんじゃないかな。そうですよね、でまたこのドリフトの B1 も一緒に行われるということで、これ GT のバイパーそっくりですけれども、これターザン山田選手ですね。山田さんですね、まあ、こういう形で、一緒に行われるということで、これは楽しいでしょうね、ファンの方にとっては。ケイスさん、そうですよね。日本でもなかなか見れない形ですよね。でアメリカのイベントはこういう形で土曜日にレースがあって、日曜日はエキシビジョンというのが多いらしくて、今回もその形で行われることになりました。いや、それにしてもお客さん入ってますね。I am. I'm really excited about it. Planning on it for months. I heard this is a new event for the U.S., so I just want to come check it out. The Acura NSX. We're looking for the Z33 to come out. We're pretty excited. I love it. I've watched it on TV a lot of times, and it's lots of fun to watch. I'm glad it's coming to California. That'd be great. I think it'd be an absolute boon to the. I mean, I'm surprised that there's this many people out here, but you've done a good job of marketing it. So it's lots of fun. Looking forward to it. ということで、かなりその GT に詳しいファンもね、いるみたいですね、これね。ですから、まあ、かなり期待をされて、こういう形でイベントが行われているということですから、これね、ピットのエイドが見てね、その日本のサーキットほど混み合ってないから人が入ってないかなっていうように方には見えるんですけど、なんせ広大なサーキットなんでそう勘違いしてしまうんですよね。さあ、そしていよいよレースが近づいてきているという状況ですね。同じこれ土曜日に行われた公式予選の模様を、まずご覧いただくことにしましょう。こういう形で仮設スタンドにお客さんいっぱい入り始めているという状況ですが、日が陰るとちょっと涼しいということですね。2004年熾烈なタイトル争いを演じた2台でのポール争いとなった300クラス。ポールを奪ったのは最終戦と同じくオートバックスガランヤだった。見事に最後に決まりましたね。それは行きますよ。何を言ってるんですか。リベンジしに来たんですから。NTEC NSX は2位に甘んじた。ちょっと残念。いやでもそんなにマイナス要素はないと思うよ。今回はいきなり黒沢選手アタックということで。そうですね。前任されたんでね、ちょっと責任重大で頑張ったんですけど、まあ悔しいですね。まあでもその分決勝頑張ります。はい。3位には C ウエスト大新アドバン Z が入っている。500クラス NSX 最上位は博多ドーム NSX。 3位にはダイナシティトムス・スープラ。トップ争いは Z の2台。2番手につけたのは最終戦からの好調を維持していたカルソニックインパル Z。 ポールは2004年シリーズの覇者ザナビーニスモ Z。 ラスト1周での見事な逆転劇だった。Well, yeah, it was really good to get my first pole position in GT, so I'm really happy. Yeah, a little bit disappointed. I thought we could go a little bit higher. We had a bit of traffic on my fastest lap. So, a little bit disappointed. I did my best to get the pole position and very confident for a race. タイムが均衡した500クラスは3メーカー三つどもえの戦いになりそうだ。さあ、いよいよ決勝レースが近づいてきました。で決勝前のねグリッドウォークなんですが、これ珍しいですよね。ピットロードに一列渋滞というのはね、珍しいですね、これはね。バンクがありますんで、このピットロードに一列に並んでいるということですね。で、今現地時間で4時を10分ほど、夕方のね4時を10分ほど回ったところなんですが、かなり涼しくなってきました。そうですね、もう日も落ち始めたし、でおそらくこの後日が暮れるとかなり涼しくなると思いますんで、それとあと暗くなりますから、ここ照明が結構ね明るいんですけども、でもインフィールドの方は結構見にくいようなこと言ってましたから、その辺楽しみですよね。そうですね。それから今回は2回のピット作業義務付けと。そうなんですよね。この辺が決勝レースに何かこう
影響を与えそうな気がしますけれどもね。もう日本のレースも読めなかったんですけど、ここのサーキットのレースも全く読めませんね。そうですね。さあ、そう決勝レースまもなくです。楽しみにしたいと思います。ということで今回のこのレースなんですが、特別ルールがありまして、2回のピット作業義務付けで、1回目のピットは15周以上が経過した時点で入らなければいけないということと、それから日曜日のスプリントレースまで、9セットのドライタイヤしか使えないといったこと、さらには3人ドライバーが乗っても構わないということなんですが、ケイさん、やっぱり特別ルールということで、そうですよね。難しい部分はあると思いますけれどもね。でピットの際に必ずガソリンとタイヤ交換はしなければいけない。そうなんですよね。そうなんですよね。脇澤さん、こういうルールはどうでしょう。チームとしてはいろいろ作戦は考える余地あると思うんですが。そうですね。やっぱりそのルールの中でギリギリを攻めていかないと、やっぱりそのライバルに対してアドバンテージ取れないですね。なるほどね。さあ、それではここでポールスタートの2チームに話を聞いておりますので、その模様をご覧ください。これからスタートなんですけども、ここ抜くとポイントがなかなか少ないということで、ポールということですごい有利だと思うんですけども、その辺どうですか。どうでしょうね。結構ね、試験とかすごくタイトなんで、すごく安全に行きながら、僕はね、僕のパートをうまく走って、あとはリチャードに任せてフィニッシュまで行ってもらおうかと思っています。Finally, for the finals today, there's really not a point to passing here. What do you feel? Yeah, of course, it's going to be a very long race, but I'm just going to go into the race and enjoy it and make sure that we come out the other side in first place. But yeah, we'll see what happens. We're starting first, so we can finish first. ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。 Thank you very much. さあ、いよいよ決勝間近になりましたけれども、ポールからのスタートですからだいぶ有利ですよね、これはね。ですよね。そのためのポールじゃないんですか。はい。でしかもこのコースは本当に抜けなそうですもんね。厳しいですね。だからちょっとしたミスも基本的にできないんで、結構気合い入れていきます。はい。でスタートは僕です。圭一さんです。そうで続けて2回乗ってもらうんですか。間に。いや最後です。最後じゃあ2回の続けて乗るんですか。いやそれはまだ決めてないです。だから教えられないって言ってるでしょ。教えて何言ってんですか。そんなだってお祭りなんですから。これライブでしょ。ライブじゃないんだ。そうか。じゃあ言ってもいいかな。多分僕。2連続。疲れたら新一が先に。じゃあ2回乗る可能性高いですね。もうすごい高いんですけど、一応予定では新田さんが1周差をつけて僕にバトンタッチしてくるらしいんで、僕はちょっと鼻歌を歌いながら行こうかなと思っております。ちょっと暗くなってから見えにくそうですけども。そうですね。昨日練習したんである程度わかるんですけど、本当に気をつけて走ります。じゃあ最後の最後でポールトゥインを期待しておりますんで。はい。そうですね。いい正月を迎えたいです。はい。頑張ってください。頑張ります。比較的スタート前はリラックスしている各チームなんですけれども、ただこの後ね大変なレースがこれ展開されることになるわけなんですが、まだこの時点では日が暮れていないということで明るい状況ですね。さあ今回は、GT500 クラスは10台ということで、スープラは2台なんですが、最終戦の鈴鹿の時の、車両規則で大体こう平均値が取られるような形で、Z は65キロのハンデ、スープラは20キロないし40キロのウェイトハンデ、NSX は2ランクアップということで、これは牧沢さんかなり、性能平均化されてるんじゃないですかね。そうですね。そういったところもね、道上選手のコメントにも出てると思うんですけど、でもそれでも Z がポールポジション1位に独占ということで、やはり Z のポテンシャルの良さ、ここでも伺えますね。そうですね。でもいいですね、こう夕暮れ時のこの日が陰っていく時のこのマシンがこう光る加減とね、そうですね。あとね、僕ゴーカートの時に経験したことあるんですけど、やっぱりそのゴーカートってアマチュアレースなんで、マシンとか汚かったりするんですよ。でもナイトセクションに入って照明が綺麗だとものすごくみんながスターになったみたいな感じになるんですね。さあそれではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ザナビーニスモ Z がポールポジションを奪いました。カルソニックインパル Z、 ダイナシティトーンスープラ、高田ドーム NSX と GT500 クラスは続いていきます。 GT300 クラスの方は ARTA
ガライアがポールを奪いました。 MTEC-NSX が2番手、 C ウエスト大新アドバン Z が続いて、ウェズスポーツセリカ4番手だったんですが、グリッドにはつけずに、ピットロードからのスタートということにどうやらなったようです。1周が 2.3 マイルのこの特設コースを87周で争うことになります。さあ各マシンが縦1列、これも計算ちょっと珍しいんですけれども、そうですね、ローリングラップが行われてますね。さあもう皆様ご存知かと思いますが、来シーズンからこの JGTC がスーパー GT ワールドチャレンジとして再スタートすることになりましたので、 JGTC としては最後のレースということになります。その JGTC 最後のレースがいよいよスタートを迎えようとしています。アメリカ式にこの高い位置からのグリーンフラッグということになります。今スタートが切られました。縦一列のフォーメーションで今スタートが切られました。ポールポジションスタートのザナビニスモ Z を先頭に、まずはこの試験に設けられましたこのバンクに設けられました試験を通過していきます。この試験がですね、ケイさんやっぱりちょっとレースにかなり影響を与えそうな感じがしますよね。多分一つの本当のポイントだと思うんですよね、はい、以前茂木のオールスターでもバンク使ってやりましたよね。97年のオールスターでしたですかね。あの時はただそのオーバルの中に試験があるだけだったんですが、今回はそのオーバルと、こういう形でインフィールドをこう使ってということなんですが、まずはここでピア NSX、アンドレ・ロッテラーが果敢に攻めていったんですが、ちょっと接触、これで順位を下げることになりました。やはり抜きにくいサーキットということで、オープニングラップ、タイヤが温まってない状態でのそのドライバーとして勝負かけたいっていう、その辺でしょうね。松田次夫選手もちょっと渋い表情、ここでインをついたんですね。22のモシュールキーバリュー Z のインをついたんですが、ここはちょっと接触がありましたか、くるんと回ってしまいました。これで順位がほとんど GT500 クラスの最後尾というところまで落ちています。なんか車のスピンの仕方も見ても、なんか路面がものすごくダスティーでよく滑りやすいっていうような感じのスピンの仕方ですね。そうですね。計算風も強かったですから、砂が相当浮いてますよね。さあそしてこれがバンクですね。バンクをこう通過していくんですが、この先に試験員がありますから、あまり上の方は走らないんですね。すごくドライバーに聞いたんですけども、このバンクがあることによって、そのブレーキングがすごく難しいという、あと内側にパイロンがちょっと置いてくれてるんですけども、多分目印だと思うんですけど、ものすごくそのブレーキどこからしたらいいかっていうのが目印分かりにくそうですね。なるほど、そうでしょうね。これは車載映像 MTEC-NSX の黒沢春樹選手ですけれども、やはりちょっとこう慣れないバンクから試験へというのは、これまだ今スタートしてすぐなんで、タイヤが新しい状態でグリップするんでいいですけど、こう後半ね、そのタイヤが垂れてきた時にその斜めになってる路面でのブレーキっていうのは結構気使うと思います。なるほど。さあ GT300 クラスもかなり接近戦が演じられていますが、ここにそろそろGT500 の車も間に入り始めるという形になりますが、これは計算抜けなさそうですね。もうこの狭さを見てくれれば分かるんですけども、本当抜こうとするとどうしても接触ということに、そうでしょうね。抜きたくてもこういうサーキットって純一君リスクあるから。そうですね。で抜きにくいサーキットということで、抜かれる側も抑えてやれっていう気持ちになるんで、余計接触起こるんですね。であとそのコーナーのレイアウトがちょっとパッシングしづらそうのコーナーの R の形してるんで、その辺もあるんじゃないですかね。これはまだGT300 クラスだけの先陣争いということになりますね。ただそう簡単にはこう抜いて前に行くというわけにはいかないようでして、なかなかその順位の変動はないんですが、それでも少しずつ各社の間隔が開いていっているという状況ですが、多分今500は映ってないんですけども、500もこういう状態だと思うんですよね。500のポイントとしたら、この300クラスが出てきた時に、前に出てきた時にやはり抜くチャンス、やはり300もそうだと思うんですよね。500が出てきて、その500をうまく使いながら抜くという。さあピットスタートでした19番のウェズスポーツスリカもこのグループの一番後ろに加わっていますね。こちらは GT500 クラスのトップ争い、ザーナビーニスモ Z の後ろにぴったりとカルソニック、インパル Z、 さらにダイナシティ、トム・スーペラ、ジェームズ・コートニーがぴったりついていますね。そして道上洋でもいいですね、シーズン中ではなかった
Z2 台とスープラ1台、それに NSX が絡んでトップ争いしてるっていうのはやっぱりいいですね。やはりこの水止めっていうのはなかなか日本では見れなかった、そうですね、今年去年そうですね。さあウェズスポーツセリカ今1台をかわして順位を上げてきました。今回折戸学選手がなんと助っ人に加わっているということでね、谷口青木のコンビに折戸が加わる豪華体制で今ウェズスポーツセリカは少しずつ順位を上げてきています。さあそしてここで抜けないですね。80番のエンドレス大進アドバン Z 星野和樹選手ですかね。先ほどからそうなんですけど、あそこのコーナーでセブンを抜きかけて、抜けずに後ろのB マックですね。B マックにこう追いつかれるっていう、その毎週同じような繰り返しなんですね、これ。あそこでちょっとスピードが乗らないと、こういう形でバンクというか直線部分でね。そうですね。ここからまた多分セブンに追いつくんだと思うんですけど、しかしここでもやはり抜くまではいかないというところですが、いやこれはなかなか抜くのは本当に難しいコースのようです。木下光也選手もちょっと状況をこうじーっと眺めているという感じですかね。できれば一つでもね前に行ってその前の車を追いかけたいところなんでしょうけれども、こちらは前を行きます RX7 の山地選手ですね。おっと前でインプレッサがちょっとブレーキングミスか、これはもう逃さず行きましたね。そうですね。抜くにはなんせ前の車がミスするか、先ほど言ったように500が絡んできた時にうまくそれを使う、500も全くその通りなんですけども、今みたいにミスしてしまうと普段車が通らないところを通ってしまうんで、ミスした方の車はタイヤにゴムガスがついて、その後グリップダウンも免れないんですね。でその後の後ろの車も結構チャンスやったりするんですね。さあそしてジェームズ・コートニーが今少しラインを変えてカルソニックインパル Z の隙を伺いましたが、やはりいけませんね。トップ4まだ順位は変わりません。先頭を行きますのはザナビーニスモ Z、そしてこれカルソニックインパル Z ブノア・トルリーがちょっと隙をついていく、どうだ、ここで前に出るか、いやまだ出られません。Z 同士の激しいバトルになってきました。やっぱりね Z 同士なんでね、後ろのブノアもちょっとアクセル弱めて待ってるっていうような今感覚ありましたね。無理してないっていう感じありますよね。で俺イン入るよ、どうなの、ライアン入っちゃうよ、本山さんですね、本山さん入っちゃうよ、大丈夫ですかっていうような、そんな感じですね、運転の仕方は。なるほど。あれが逆に NSX にしろ、スープラだったらちょっと違いますね。即に入ってくるんですよね。ひょっとしたら接触した可能性もありますね。さあそして300クラスの方なんですが、このガランヤが本当に予選から速かったんですよね。速かったですよね。でどんどんこの MTEC、NSX を引き離しにかかっています。でBF グッドリッチは地元アメリカのタイヤということで、ものすごく大きなトレーラーが2台来てましたけれどもね、さすがにそのタイヤの選択も良かったんでしょう。少しずつリードを広げていっています。MTEC、NSX は今回黒沢春樹選手が助っ人として加わっているということで、スタートドライバーも黒沢春樹選手が務めています。こちらはトップ争いの2台、本山対トレルイエ Z 同士のバトルということになっていますが、その後ろにいるコートニー、そして道上亮、ここもちょっと不気味ですよね。このなかなかトップがこの6台ないし7台、このぐらいまとまってるレースって日本でなかなか見れないですよね。これはもう本当アメリカでやってアメリカ人こういうレース見れるっていうことは楽しいでしょうね。あともう一つ言えたらこの7台の中でどんどん入れ替わってくる、それが一番の面白さだと思うんですけども、なんかちょっとこう前半戦見てる感じだとそのコートニーの車が決まってるように見えるんですね。ただそれでも抜けない、この後なんかあるかもしれないですね。さあちょっとインプレッサのペースが良くないのか、今レイジュンダンロップは 320R がかわしていって、今度はこのオリド選手のエズスポーツセリカもインプレッサの隙を伺っている状況。先ほど龍一君が言った、そのタイヤカスを拾うなり何らかのその砂を噛んでしまった、その辺にも影響があるんでしょうね。影響があって、で一旦そのグリップダウンしてしまうとドライバー心理がやられてしまうんですよ。その路面のその悪いところを走ってグリップダウンしたと思い込めはいいんですけど、ちょっとどこがおかしくなったんじゃないかとか、車どっか壊れたんじゃないか、タイヤが垂れてきたんじゃないかって思ってしまうと、ドライバー余計なことを考えて、こういう運転に集中できなくなったりラップタイムがばらけたりする要素になるんで、多分その辺もあるかもしれないですね。さあ一番奥のヘアピンのところでオリド選手が谷川達也選手をかわしてきました。谷川選手も非常にフェアな
ドライブでしたね。今特にその切り込んでくるところで1台開けていましたし、イケイケですね、オリド選手。ね、後ろがイケイケですね。久々にバンド組のマシンを操るということになりましたね。そうですよね。あらあら、行くとこなくなった。と1台、これは周回遅れの300クラスの、そうですね、500の軍団にダッと来られて行くとこなく、ああ、どうしたらいいのって今ここで悩んでると思う。ミラー見えまくってると思いますよ。これは300のドライブも大変ですね、ケンジさんね。いや、300も大変だけど500も大変そうですよね。特にね、ここ抜けないサーキットで、狭いサーキットで、さあこれは新田森夫選手の借ります ARTA ガライア、トップを300クラスのトップを独走しています。なんかね、ハンドルの切り方を見ててもものすごく車が決まってますね。その修正、こんだけ跳ねてるサーキットにも関わる、あれおかしいですね。今止まりそうでしたよね。駆動系かな、駆動系のような感じですね。ということはこれはトップ独走だったんですが、トラブルですね。トラブルですね。それまでこれだけバンピーでスリッピーなコースにもかかわらずハンドル修正なかったですから、決まってただけにね、もったいないですね。いや、これは ARTA ガライア、かなり大きなトラブルという感じですね。ドライブシャフトなのかミッションなのかちょっと分かりませんけれども、多分駆動系だと思うんですけど、どうやらそのままコースに止まる、コース脇に止まるということになりそうですね。だけどこの500の方はすごい戦い続けてるんですよ。順位は変わってないんですけども、でもちょっと本山選手の車の動きがちょっとこうそうですね、向きの変わりづらさと、ちょっとなんか乗りにくそうなんで、その分ペースを落として後ろがひっついてるってそういうイメージですね。そうですか。こちらは高田ドームのセバスチャン・フィリップ選手ですが、今道上亮選手4番手。こうカルソニック Z と比べてね、コーナーの立ち上がりに向かって向きの変わり方がやっぱりカルソニックの方が機敏なんですよね。ちょっとセッティングの違いなのか。さあ12周目に入ったところ、まだ順位はトップの方は入れ替わってはいませんが、カルソニックインパル Z が隙を狙ってくる、ここで行ったか、行きましたね今。うわ、強引にトレルイエがバンクからこの切り込んでくるところのブレーキング、いやタイヤスモークを上げながら行きましたけれども、いやでもあそこインよく行きましたよね。さあそしてジェームズ・コートにはここで後ろから押した、これは交差だ。そして道上亮選手の高田ドームがザナビーニスモ Z の横に激突しました。でも道上選手に関してはしょうがないですね。いやもうこれかわいそうですよね。あれだけこう接近戦やってる中で前でくるっと回られると、これは道上選手にとっては不運ですし、本山選手もちょっと後ろから強引に押されたんで、そうですね、怒ってるんじゃないかなと思いますね。ちょっとコートニー選手、ただコートニー選手の心理からすると、本山選手がこう抑えてる形になってて、今ブノア選手が抜け出して、でブノア選手にも自分としてはついていけると思ってるんですよ。でただ前に抜かれてこの本山選手に抑えられるとブノア選手逃げられるんで焦ったんでしょうね。道上亮選手はちょっとエンジンの再始動に手間取ってますね。これ GT としては問題ですね。トヨタのエース今ここにいてますしホンダのエースと日産のエースここでレースリタイアっていうことになると本当ですよね、ちょっと困りますね。そして今も何かかなり激しく接触してましたよ。でもね、1回ねああいう接触であったり、そのレースがこう安定してる中で均衡をまずそのブノアが破ったわけですよ。で破るとやっぱりね、周りの心理状態からしてどんどんレース動いてきて接触が増えるんですね。そうでしょうね。まして300クラスに今500が追いついている状況ですからね。これ先ほどのリプレイ、ここでブノアトレイルへよくインに飛び込んでいきました。もうほとんどギリギリハンドルを切りながらブレーキを今本山選手はもう前の車をのけのけってパッシングしてて、後ろでちょっと大回りで走ってる中をイン側でちょっと小回りで距離を稼いだって感じですね。そしてこの奥のヘアピンのところなんですが、後ろからちょんとこうコートニーが当たってスピンした本山選手の車の横に道上亮選手が突っ込んだ。これは道上選手の車載映像。コートニー選手抜きに行こうとしたんじゃないしにちょっと止まりきらなかったっていうそうですね、イメージぐらいですね。道上選手はもう目の前に突然、あれしょうがないですよ、Z が現れてますから避けようがないですからね、道上でしたら。本山選手がドライブしていましたザナビーニスモ Z はおそらく右のリアあたりかなりダメージあったように見えましたね。タイヤがもうフラフラしてたんでもうアウトですね。道上選手の
どうでしょう、 NSX が、再始動できたみたいですけれども、どの程度のダメージなのか。フロントにラジエーターがあるんで、はい、その辺だけ大丈夫なら走れるとは思うんですけど、ただ空力はもうNSX すごいんで、その辺は見られると思いますね。そうでしょうね。さあこれで12号車がトップに立っているはずなんですが、ここでフルコーションですか。今これ14周目に入るくらいだったと思うんですが、ここでフルコーションになりました。でもこれものすごく珍しい映像ですよ。本山選手がね、その当てられた別にしてね、車を壊してピットにね、入ってくるって、まずそのシリーズ戦ではないですね。ないですよね。当てられることもないですし、当てることも絶対彼はしないですし。15周目に今コーションになったんですね。ですから1周ちょっと待たないといけないということですが、今セーフティーカーが入ってますね。本当はここで入りたいんですよね。そうでしょうね。だからルールがあるんで、もう一周待ってということですね。今本山君の車ちょっとリアの足が折れてたみたいね。そうですね、右のリアね。そしてこれは道上選手の NSX ですが、もうすぐマシン降りますね。中入ってくるときちょっと音もおかしかったですね。どうやらこれで両陣営のエース各2台はリタイアということですか。ちょっと残念ですよね。これもただ単に不運。今佐々木マネージャーもしょうがないというような話をしているみたいですね。いや、あれは逆にかわいそうですよね、両が。本山君も不運だったし。これしょうがないですね。そうですね。余興がないですね。そしてやっぱりガライア止まっていました。結局牽引されて戻りますが、すごい大セーフだったんですね。やはりトラブルはあったけども、自分としてはこういい走りできたし、一応その集まってくれて、アメリカのファンってものすごく声援、リタイアした人間にも送ってくれますから、それに応えるっていうのはやっぱり気持ちいいんじゃないですか。そうですよね。さあそしてここでジェームズ・コートニーもピットに入りました。さらにその前 PNSX ですかね。15周を終えたという判断ですよね、これはね。そうですね。15周終わりでこれで今ピットに入ってきたということでしょう。さあそして GZOX ハセミ Z もここでピットに入ってきています。上位陣のマシン何台かピットに入りました。さあそれでは道上亮選手の声を聞いてみましょう。序盤だったんですけど残念ですね。しょうがないですね。ちょっともうくるんと回っちゃったから避けようがないですもんね、あれだとね。だってしょうがないっちゃしょうがないんですけど、避けきれなかった僕も悪いんですけど、もうブラインドで何も見えなかった。僕は外行ってたし、ジェームスが本山君をプッシュしたのも見えてたんで、それでスピンしたんだけど、もうジェームスで全然視界が見えなかった。ついてないですね。ということで、これはもうしょうがないということですね。そして300クラスのトップに立ちました MTEC-NSX もここでピットに入りました。300クラスはそのコントロールラインより後ろにピットがあるんですよね。だからそこの15周での解釈が変わるんですね。そうですよね。この辺がどうなのか。おそらくこれ MTEC-NSX は自身の15周終わりで入ってきてますから、まだコントロールラインを超えていない状況で16周目に今入ったということでしょうね。今のラインで16周目入ったんですね。この辺がどうなんでしょうね。判断がちょっと難しいんですが、ちょっと微妙な時にフルコーションになっちゃいましたよね。これはね。ちょうどコントロールラインが真ん中にありますから、だから300と500の周回数が違ってしまうということですよね。ただね、もうアメリカのねレースコントロールにしたらね、レース面白くなるためにコース上でなんかちょっとでも起こったり、ゴミでもちょっと追ってたらフルコースコースにしたりするんですよ。その辺の解釈とその日本のレースのちょっとあるのかなっていうようなイメージですけどね。さあこれで17周目に再開ということですか。17周目に再開ということになりましたね。さあレースが再スタートしています。
ちょっとそのトラブルで脱落した車があって残念なんですけれども、 GT500 クラスの方はおそらくは37号車、いやカルソニックトップですね。ごめんなさい、カルソはまだ入ってませんから。2番手も22号車の Z3 番手に100番が上がってきてます。そうですね、はい、先ほど37はピットに入りましたからね。さあという今状況だと思いますけれども、さあそれでは先ほど止まってしまったガライアのもう一人のドライバー高木真一選手の話、これをちょっと聞いてみましょう。どこで止まっちゃったんですか？いやー、どこなんですかね。多分バンクから入ってくるところがなんか高いところに止まっちゃったって言って入れそうな雰囲気だったんですけど、なんか駆動系が壊れちゃってドライブシャフなのかなとは思ってるんですけど、実際どこかは分かんないんですけど。あんまり今まで出てないですよね、ドライブ。そうなんですよまさかここで出るとは思わなかったんですけど、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで高木選手は走ることなくリタイアということで残念ですね。さあそしてこれはメミヤ RX7 対シーウェスト大新アドバン Z、このバトルというところですが、これはメミヤ7ですね、はい、7の山地選手の車載映像、ここでうまくインに入ったんですね。今前の車がやっぱり先ほどの誰でしたっけ、ああいう同じコースですね、ちょっとオーバースピード気味で入ってしまって、イン側つけずにっていう、でもしんちゃん悔しいでしょうね。もう車からしたらもう今回も余裕で勝てて、しかも多分新田さんがぶっちぎってきて、で新田さんが乗ってあれだけマージン上げてくれるっていうことは、それが物差しになって自分ではどのぐらいいけるかっていうのが分かるわけですよ。そしたらもう簡単に自分のコントロール下でノープレッシャーで乗れる勝てるレースを落としたって感じですね。そうですね。今まで去年も今年もガライアがそういう駆動系でトラブルって聞いたことないんですよね。初めてだったから特にそうでしょうね。さあそしてここでマッハ号ですね、ピットに入りました。三船剛選手に変わります。先ほどのまでの大体のチームはドライバー変わらずにそのまま行ったんですけど、ここのチームは変わりましたね。玉中選手がスタートドライバーで三船剛選手に変わったという、ガソリンも入れてタイヤも4本変えなきゃいけないということがあるから、じゃあドライバーも変えてしまおうということですよね。さあそしてこちらはブノア・トレルイエ、カルソニックインパル Z が MTEC-NSX を周回遅れにしていくところですが、随分これ後ろ間が空いてるんですね。独走体制に近い感じですよね、これはね。セーフティーカーが抜けた後2番手にニスモの22号車がいたんですけど、ニスモは段階ではピットには入れませんでしたね。ジゾックス SSR ハセミ Z は入りましたが、他の2台、2台の Z ですね、このカルソニックと22号車の Z はピットには入っていないようです。ちょっと独走体制に入っているような、そうですよね、気もするんですけどね。300クラスの方もこの MTEC がかなりいいペースでリードしているという状況でしょう。さあこれはコートニーのダイナシティトム・スープラ、またちょっと今8号車ですか、そうですね、当たりましたね。あれだけミスしてインに入っても接触するコースなんですね。そうなんですね。ART-NSX ちょっと接触がありました。ここで後に膨らんでるんですけれどもね、でもこう戻ってきた時にカツンとこう当たってしまうと。ブレーキングでフロントタイヤ見てるとローターがちょっと赤く見えるのがいいですね。そうですね、夜のレースでね。この PINSX がですね序盤のスピンから随分と順位を戻してきていますね。ものすごい勢いで追い上げてるんですよね。さあそしてこちらはレイブリック NSX とこれも来るんじゃないかな、ダイナシティトム・スープラ、前は中野真司選手ですね。中野真司選手はここでレースしたことが服部選手とともにあるわけですよね。ありますね、多分カートで経験あると思います。ただこれ勢いはコートニーの方がありますね。あるし、コートにライトがついてないので、先ほどの接触の時にちょっと切れたんですかね。見えなくはないんでしょとは思うんですけどね。
この映像を見てても車載映像を見ててもきちんと見えてますよね。あとまた後ろから押しました。これはちょっともう帰ってきたお仕置きですね。ちょっと今回はコートニーが暴れまくってますね。もうちょい行くのかな、もうちょい。これは先ほどのリプレイインに入ったんですが、もう後ろから押しましたね。もう走ってるラインが違うんですね。アンダーステアをずっと多分見てたらほとんどの車アンダーステアなんですけど、コートニーの場合も縁石乗せてそれできっかけ乗せて曲がろうとしてるところで、ラインがちょっと違う反対違う部分でちょっと気持ち的に行きたくなるんですよね。でもダメですね。当たるのは仕方ないのかもしれないけど、やはり今みたく今回はコートに結構当てまくってますからね、見てて。これガラスにもひびが入って、さあそして一旦抜いた ART-NSX が先ほどの接触でまた前にいます。さあジェームズ・コートに今度はどうしますか。先ほどはこの ART-NSX とわずかに接触がありました。この試験員はぴったり後ろについていきます。これストレートスピードも結構 NSX 速いですね。そうですね。やはりその救済があるんでということなんでしょうね。後ろのレーブルピア来てますからね。来てますからね。さあそしてここでトップのカルソニックインパル Z がピットに入りました。ドライバー変わらないですね。ドライバー変わらないですね。ちょっと今急のリグが今入りましたか。でちょっと何外したんやろ。タイヤにこれトラブルが出たんですかね。井出がなんか指示してましたね。さあこの先頭を行っていましたカルソニックインパル Z、これでしょう。ダイナシティライトつかないことはレギュレーション上大丈夫なんですか。いやダメだと思います。これナイトレースは多分ライトいる。今 PINSX が ART-NSX と2台サイドバイサイドで入ったんですが ART がちょっとミスしたんですね。まだそうですね。やっぱりね暗くなってくるとね、その路面が悪いところタイヤガス落ちてるところがねちょっとそこが分かりづらくなる。だからイン入りに行くのもねものすごく気遣いますし、その辺のリスクはありますね。さあそしてここでダイナシティトム・スプラがまたピットロード。これは多分ライトですか。だと思うんですけども、ただもうボロボロですね。コートニーはねシリーズ戦からして決勝レース早いんですよ。でただ予選でねそこそこ前に来れないんでこういうことになるんで、これ多分ねポールポジション取ってたらこういうトラブルもなかったでしょうし、下手したらねぶっちぎれてたかもしれないんで、彼はちょっと予選が課題ですね。予選さえきちっとまとめれば非常に強い、本当にねドライビング見てても上手ですし、結構こう今後来るんじゃないかなっていうドライバーなんで、この接触この追い抜くそのね自分の走り方を直すのか、予選で前行きはね別にその接触することはないですからね。あとは300抜くとき気をつければいいだけで。さあライトの修復を行ってるんですがどうも治らないみたいで、結局そのまま走ってよしという判断が下されたようですね。ということはここでトップに出たのが22号車モチュールキーバリュー Z ということになりますね。この辺からちょっと順位がやはり随分変わってきましたね。レースらしくなってきたという。だから87周のレースです。そうですね。87周のレースでね選手権の GT 選手権で10何周で物事がこんだけ動くことってないですよね。やっぱりその辺がやっぱオールスターでみんなイケイケな部分が。うわこの300クラスが争っている中でやっぱり止まりきらないんですよ。今インした時に煙が上がったと思うんですけど、タイヤロックの煙じゃないですね。多分埃なんですねあれ。2台がこう争っているインをついてトレルニーがブレーキングしたんですが止まりませんでした。さあそしてこれは先ほどピットに入ったダイナシティトム・スープラ。そうですね。もうこれで2回目3回目ですか。2回目ですからね。順位はもう大きく。ただカルソニックは先ほど何をしたのかですよね。これですね。単にやっぱり1台イン差しに行くのを2台まとめていこうとしてちょっと無理に行き過ぎた部分でやっぱり路面悪いところで止まりに行けなかった。
さあ日は暮れたんですがまだわずかにこう夕焼けが残っている空なんですがだんだん暗くなってきました。今37号車なんか真ん中にこれなんか電気、そうですね、はい、なんか簡易の鉄なんかそれをつければ OK だっていうような、よくわからないですけどね。懐中電灯かなんかつけたんじゃないですかこれ。ほとんどついて申し訳程度についてるだけですね。これじゃ見えないでしょ。ただ競技長の方はあれで OK っていう。ああそうですか。よくわかんないですけど。エンドレス大進アドバン Z もここでピットに入りました。300クラスで2番手を4番手ですかね、ごめんなさい、4番手を走っていたと思いますけれども、ドライバーは交代しませんね。しませんね。通常これが1回目のルーティンですかね、この第1そうでしょうね。はい。300であの段階で入ったら多分16号車、ぐらいじゃないですかね。さあ同じZ、シーウェスト。そしてもう1台のシーウェスト大進アドバン Z。ドライバー変わった。ここは変わりましたね。ここは変わりましたね。シーウェストの柳田からオモットですね。そうですね、柳田からオモットですね。ここは3つにちょうどこう分けてと今年オーソドックスの作戦ですね。オモットさんも結構去年に比べてドライビングちょっとずつ良くなってきましたよ。これね去年のシーズンオフ、カートでね鍛えたんですよ。そうですか。で十勝でトップ走ってて、最終コーナー外に飛び出して、1位から2位に勝ったじゃないですか。あの後ももう連れ出してね、カートでヘルメットにね電池をつけてヘルメットを重たくして首を鍛えて、やっぱ首が疲れるみたいなんですよね。それで特訓して最近ねどんどん腕上達してきたんでね、良くなってきてますよ。今後楽しみですよ。さあ MTEC、NSX はもう1回目のピット作業を終えています。またこれをどんどんペースを上げてポジション戻してきていますが、これエンドレス大進アドバン Z は今ピットアウトしたばっかりだと思うんですが、タイヤ外れて下吸ってるんちゃいます？そうですよね、タイヤ外れてますよね、これね。ちょっと斜めになってますね。きちんと締まってなかったということですよね。ということでしょうね。ピットアウトした週ですからね。そうですよね。これも昼のレースならこのね火花見えないんですよ。タイヤがないですね。右の後輪取れてますね。これはもう大きなロスですね。もったいない。いやこれではもうしょうがありません。そしてここで7番の雨宮ストラドリンク RX7 もピットに入りました。これはもうルーティン作業のみですね。山地選手のままコースに戻ります。この雨宮の RX7 が1台ロータリーということでバンクを走るとすごく音が反響して目立つんですよね。いやこれは一周丸々ですね。もう出ていってすぐ取れたんですね、これはね。そうですね。多分きちんと閉まってなかったですかね。ちょっとはっきりは分からないですけど、それが一番考えられますね。そうですよね。いやこれはもったいない。今年のねこの300の Z も速いんですけどね、ポールを取ったり、ただ結果が出てないんですよね。500の方は結果出してるんですけども、予選で速いっていうのはねやっぱりタイヤのいい時で走れるんで速くて、やっぱ決勝はやっぱタイヤが悪くなって垂れてきた時にいかにコントロールしやすいかっていうのも変わってくるんで、そうですね。その辺なのかなっていう想像、乗ったことないんでね分かんないですけど、そういう想像もできますね。さあこのシーウェスト大進アドバン Z の方は先ほどピットに入ったんですが4番手でどうやらコースには戻れているようですね。こちらは会長に上位を走行しています。あれ多分ブレーキングの時にコースサイドにパイロンを置いてくれてるじゃないですか。あれ多分ブレーキの目印にしてくれてるんですね。これ2本があって1本で、これなかったら分かんないですね、このサーキット。そうでしょうね。どこでブレーキを踏んでいいかがもうよく見えないでしょうしね。そうでなくてもナイトセクションで夜っていうのは本当に分からないと思います。いやしかしだんだんタイヤカスも増えてきてますし、かなり砂が出て滑りやすい状況でしょうしね。さあようやくピットまでたどり着きました。80番のエンドレス大進アドバン Z なんですが、いやもうこれは大きく遅れますね。これ足回りを痛めてなければいいんですけどね。そうですね。でもモーターがまっすぐ回ってるんで多分タイヤがいけるんじゃないですかね。
さあピットに入りました。どうやら、タイヤをつけるだけで済みそうですか。そうですね。先ほどきちんと止まっていなかった理由が何なのか。でも拭いてたところに。そうですね。今ちょっとそのハブのあたりを多分ネジ山のとこを見てるんだと思うんですけど。そしたら、きちっとネジが入ってなかったんです、ネジ山に対して。そういうことですかね。そして、Z が2台ピットに入ったこともありますけれども、エムテック NSX がこれでトップに戻ってきましたね。黒沢春樹選手がこの2パート目も走ってますから、これは春樹選手、非常にこの車でレースするの初めてですけれども、いい仕事してますよね、ケイさんね。そうですよね。バンクを行きますこの エムテック NSX。そしてここでようやく80番のエンドレス大進アドバン Z もピットアウトしていきますが、いやこれはもう本当に順位が大きく落ちてしまいました。丸々1周ですからね。さあ現在500クラスのトップは22番のモチュールキーバリュー Z、 その後ろに32号車が上がってきてるんですね。ピア NSX がどうやら上がってきている。トップを行っていたモチュールキーバリュー Z、 ここでスピンですか。というよりもリア当たってますね。当たってますね。試験員ですよね。試験員に当たったっていう、ちょうど影山雅美選手がもうピットに入って黒選手に交代する直前だったんですね。単独ですか。いや後ろからちょっと当てられたかもしれませんが、試験員でくるんと回ってしまって、これで大きくタイムロス。NSX に当てられたんですかね。どうですかね。ちょっと ART-NSX との位置関係分かりませんが、でもだいぶ止まってましたから、もうちょっと前の車かもしれませんね。いやこれはもったいないですね。もうピットに入る直前だっただけに。ただどうやらそのそこでこうスピンする直前に32号車ピア NSX が22をかわしていたみたいですね。ということは、その2台で絡んだということではないんでしょうけれども、順位がどうやらその前にも入れ替わっていたということのようで、現在32号車ピア NSX がトップにどうやら立ったようです。トップまで帰ってきましたか。そうですね。今1台パイロンを弾き飛ばしていきました。ピア NSX 序盤にスピンがあったんですけれども、ここでトップに戻ってきています。中島企画の車ってね、オールスター戦強いですよね。そうですよね。新しい環境をもっとパッと走らせたところっていうのが強いんで、やっぱりその辺のチームのね、やっぱり底力なのかな、そういうふうに思いますね。今回はGT でおなじみのカラーリングではなくてピアカラーということで、ちょっとフォーミュラ日本のマシンのようにも見えますけれどもね、カラーリングは。さあそしてこちらは300クラスの現在2番手雨宮 RX7、その後ろに先ほどスピンしていたモチュールキーバリュー Z がいるんですね。これみんなライトの色が黄色とか、ちょっとね普通のゴールドみたいな色なんで、うちの S 号が青色で走ってたらきれかったなそうですね。ちょっとこれだったら余計目立つのになとかってちょっと今思いますけどね。さあそして先ほどのそのスピンで22号車はピットタイミングをこれ変えたということですね。ピットにはすぐ入りませんでしたが、どうかは分かんないですけど、走ってみてすぐ入ってきて、タイヤだけ交換して出て、どこが悪いかどうかっていうのを、分からないよりはちょっと走ってみて悪いところを確認させて入ってきて、もし悪いところがあるならそのピット1回のピットで、直してしまおうっていうことかもしれないです。今ねバンパーだけだったらいいんですけどね、他のところね今チェックしてる段階かもしれないですね。さあアンドレ・ロッテラーがトップを走っていますが、非常にペース速いですよね、これね。すごいいいペースで順位を挽回してますからね。スタート直後に最後尾に落ちてしまったんですけども、バイパーが走ってるんですね。そうです。これは山田選手ですか。そうです。ラーマンだラーマン GT 復帰ですね。こちらにもうアメリカに今置いてある車なんだそうですけれども、久々に出場ということですね。そしてここで ART-NSX が入りました。
これはルーティン作業ということなんでしょう。これは1回目ですよね。と思いますね。さあこれで8番の ART-NSX 伊藤大輔選手のままでしたね。伊藤大輔選手のままピットアウトしていきます。なんか試験員がだいぶ動いているような気がするんですけども。試験変わりましたね、試験員の通過スピードがかなり速くなったよね。スタート直後よりずいぶん速くなってますよね。あれは22号車がだいぶ押してくれたんですかね。でも32号車のピアノ横の壁を見ると、黒い擦れた跡があるんですけど、試験員それだけ攻めてるんですかね。攻めてるんですよね。もうギリギリというか、なんかこれかすりながら行ってる左側そうでしょ。試験員ですねこれ。右が綺麗じゃないですか。左側がね、その接触とは違うような黒いのがついてるんですよ。試験員のタイヤなんですよね。攻めてるんですね。さすが。さあロッテラーが快調に飛ばしますこのピア NSX。現在トップを走っています。もちろんこの15周終わりの段階でセーフティーからの時にピットインしていますから、これは相当有利ね、タイミング的にはもうベストでしょうね。11が言ってるように左が本当に黒くなってますよね。でも接触した黒さじゃないでしょ。接触した黒さじゃないですよ。ちょっと見ましょうか、ここは試験今から通過するの。これ多分ね攻め寄るんですよ。どうでしょうね。さあ今これから試験に入ってきますが、攻めてる完璧にしてる。もうなんかほとんどストレートに近い状態ですよ。乗っててね、そのイン側がねサッてするような音になるとするじゃないですか。そしたらやばいなって思う時もあるんですけど、もう乗りに乗ってる時ってサッっていうことイコール自分はその壁を攻めれてるんだみたいなね。よくマカオとかモナコの F1 でね、そのタイヤの横のウォールがねちょっと削れてるのをドライバーが見てね、ここまで攻めてんだとかってあるんですよ。それに近いものがあるかもしれないですね。ちょっとこう自分に酔ってる部分がその分速いからね、やっぱりノリノリなんでしょうね。こういう時にドライバーって一番もう強いんですよね。なるほど。ミスも少なくなります、集中できますし。さあおそらくはかなり今集中して攻めているアンドレ・ロッテラ。もう後ろの2番手の車が見えなくなりつつありますね。こちらは現在300クラス3番手シーウェスト大進アドバン Z。柳田正隆の横 ART-NSX。多分ねオモットじゃないですか。そうですよね。さんに変わりましたもんね。このハンドリングはね、柳田のハンドリングじゃないですか。オモットですね。先ほど大本選手に確か勝ってましたからね。右左にこれちょって動くでしょ。これはね大本の運転ですね。そうですか。あれはどうなんですか。あんまり良くはない。良くないんですけど、車のバランスもそういうところがあってあるんでしょうけど、その辺を多分柳田選手のハンドリングこの間見たことあるんですけど、その辺を上手にコントロールしている部分で、その辺がちょっと大本との差で、そこをやっぱり学習すべきですね今。でもどんどん本当に大本選手良くなってきてるんで、柳田選手という手本がね出てるんで、恵まれた環境でしょうね。そうですね。さあこちらはコートニーのダイナシティトム・スープラ。前にいるのは300クラスのマシン。いや違いますね。これ多分3番の G ゾックスじゃないですか。そうですね。G ゾックスハスミ SSR Z ですね。これ一悶着ないですか。大丈夫ですか。どうでしょうかね。小松選手。そうでしょうね。まだ小松だと思います。あれそんなすんなり。おっと行かせましたね。行かせましたよ。そんなすんなり行かすの。なんかいつものコマスじゃないじゃないですか。全然。なんでしょうねこれは。割と今あっさりとインはそんなに締め出ずにコートニーが前に来ました。これ普段のGT 選手権ってこう前のドライバー威嚇するのにライトをチカチカとかしたりするじゃないですか。逆にこれ抜く時ライト消してしまったら自分の存在が分からなくてこうズバッといけたり逆に小松気がつかなかった可能性ありますよね。こんなライト分かんないですよこれ。いや先ほどねこのライトを直すのでピットインしてますんで、順位的にはね違いますから無理をしなかったということだと思いますけどもね。逆にピットの方からね暴れん坊来たからと行かせなるほど。もう無理するだということかもしれませんね。
結構トヨタ内では前走のデュフォーがね暴れん坊で有名なんですけど、デュフォーは出てないですからね。そうなんですよね。暴れん坊の座は俺がもらったぐらいの感覚でねコートニーが頑張ってるかもしれないですけど。さあそして今19番のウェズスポーツセリカ谷口選手ですかね。モチュールが入りましたね。これモチュール入りましたね。モチュールキーバリュー Z がここでピットに入りました。どうやら車はそれほどダメージがないのかなということなんでしょうかね。多分ガムテープぐらいは貼ると思うんですけど。これでミハイル・クルム選手に変わります。危ない危ない危ない。これは大本選手の抜けた。2台抜きましたね。今かわしていきました。さあ今キーバリュー Z がピットに入っていますが、どの程度の修復をするのか、それによってまた順位が入れ替わってきますが、こちらは100番のレーブリックと NSX。レーブリックも今6番手ぐらいの好位置にいるはずですね。ダンロップのスープラが5番手ぐらいですか。そうですね。そうですね。4番手ぐらいまで上がってきてますかね。さあそして結局22番、これは出ましたね。そんなに作業はせずに出ていきましたね。中島企画の NSX に比べてものすごくピッチングしてるように見えるんです。その分遠石使って走ってる部分もあるんですけど、ちょっと決まってないのかな。そうですかね。100番のレーベル NSX は今回中野真司、加藤弘樹にブルース・ジョアニーという、イギリスのドライバーが加わってるんですが、若い子なんですか。若いドライバーですね。F3 それからワールドシリーズバイ日産など走ったと思うんですが、来季以降の、ドライバーのテストも兼ねてということなんでしょうかね。これはね。さあこちらは MTEC NSX300 クラスのトップを快走。黒沢春樹選手いいですよね。これずっと安定したペース、というよりやはり前がねガライアがいなくなったということで、もう安心して走ってるんでしょうね。ということですかね。ちょっとブレーキングで今左右にちょっとブレたんでタイヤなのか何なのかちょっと心配ですけど、ペース自体が速いんですからね。いいですね。ロータリーサウンド。こちら山地選手ですね。現在2番手を走っている雨宮スパラドリンク RX7 ですね。このマシンも先ほどピットに入っていたと思うんですが、ロータリーって計算どうなんですか。やっぱりエンジンブレーキ効きにくかったり。効きにくいでね。僕も昔GC でロータリーエンジン使ってたんですけど、ほとんどエンジンブレーキっていうのは効かないに等しいですよ。そしたらブレーキングの安定とかやっぱりきついんですか。そして今出ていたばっかりのモチュールキーバリュー Z なんですが、もう一度入れるんですか。これはどうなんでしょう。2回のピット作業を続けてやってしまおうということなんですかね。多分タイヤが温まってないうちに何かあったんですかね。もう一度やってしまおうということなんでしょう。どうせタイヤが温まらないから、タイヤも変えますからね。いやでも確認してますね。フロントもなんかまた当ててますね。これまたアウトラップで当てましたね。そうですかね。先ほどの試験員でのスピンの時のダメージとはまた違うんでしょうかね。でも抜きにくいサーキットで淡々とスタートしたままの順位でゴールされるよりかは、お客さんはひょっとしたらこういうはちゃめちゃというかいろんなトラブルがあったり接触があるレースは楽しんでるんじゃないですかね。なんかフロントの足を見てます。そうですね。いやこれ接触した後ありますね、ここに。それじゃないですか。やはりかなり時間がかかってますね、これね。いやでもね、通常の選手権ではもう全く見ないですよ、このニスモのこの、2台のバタバタ劇っていうのは。もう少し早くやっといてくれれば僕たちももちろんいいことあったのかな。ここへ来てそれのね出さなくてもポイントがある時にやっと今はもうとにかく全部出してきて、来年また完璧に1年ね過ごされても僕的には困るんですけど、ちょっと今のトラブルを来年にちょっと取っといてほしいなっていう。繰り越しにまた来年多分完璧な仕事してくるんですよ、ニスモ。さあこちらはシーウエストの大新アドバンゼットですね。300クラス結構スピード出ますね。どのぐらい出てるんですかね、これ。どうでしょうね。300クラスでも結構今フェンス越しの映像なんか速いですね。もうほとんどバンクですけれども、ストレートですよね。ストレートですね、感覚的には。イエローハットですね。ダンロップです。ダンロップスープラですね。ディレッツァダンロップスープラ。
今回はディレッツァの、ネーミングが入ってますね。これね旧ユーマンのねヘルメット面白いんですけどね、半分服部直樹選手のヘルメットで、半分重野ヘルメットなんです。あ、そうなんですか。はい、でそれをね真ん中のファスナーでね、ファスナーがデザインされてて、そのファスナーで区切られてるんです。ああ、そうですか。凝ってますね。これヘルメット屋さんにきちんと作ってもらったんですか。そうです。ちょっと僕のヘルメットも入れてくれって言われたんですけど関係ないって言われてこれでもリアセクション汚れてますよね、ちょっとオイルか何かのがちょっとエンジンかミッションかなんか吹いてる可能性ありますね。ですね。かなり黒かったですね今ね。さあこちらはレージュンですね。63号車レージュンダンロップ 320R。中島さん、ああここで動きましたか。緻密なんですよね、中島企画の作戦。さあピア NSX は先ほどのそのセーフティーカーランの時15周終わりでピットに入ったんですが、これ2回目ということですよね。あれこれ何ですか。これ何ですか。これ地元のおい6番って俺の番号やぞほら今回地元の車4台エントリーしたんですが、結局1台だけ決勝レースを走ったということですね。6だけ決勝レースに出れたんですか。6が一番早かったということでしょ。そういうことですね。それならまあいいねまあリストリクターはついてないんですが、ほとんどそのノーマルということで、やっぱりコーナリングスピードは全然違うみたいですね。車高も高いですし。そうですね、レーシングカーからしたらちょっと見た目高いですね。まあおそらくは地元のこのドライバーたちもあまりにもスピード差があるんで、いやでもいいですよ、やっぱりそのレベルの差を分かってもらって、彼らに実際走ってもらって、日本の GT すごいんだっていうのがね、多分ね伝わってくれるよね。今頃いろんな人に多分言ってると思うんで、やっぱりレースってやっぱり参加してなんぼだと思うし、参加して楽しくてそれをみんなに伝えてそれを見てもらってっていうスポーツだと思うんで、こういうねやっぱり地元の人の参加っていうのはこれからどんどんね。地元の人が走ってもらってね、すごくレベル高いぞっていうことを分かってもらえれば、そういうこともやっぱりインターカーにつながりますしね。さあここでピア NSX 入りました。ようやくロッテラーから松田次夫選手に変わります。いやロッテラー頑張りましたよね。ナイスランですね。まあその序盤の自分のミスをね完全にこれで帳消しにしましたよね。今仕事をやり終えたという表情を見せました。これ紺じゃなしに黒いんですね。完全ピアカラーですね。そうなんですよ。さあこの後は松田次夫選手が受け持つことになります。これはいいですよね。ペース的には何も大きなトラブルに巻き込まれてないですからね、これまでその序盤のね、スピン以外は。ちょっと今エンストありましたね。さあルーティンの作業だけでコースに復帰します。この車だけあんまり接触した後がまあ序盤にねちょっとしましたけど、綺麗ですね。綺麗ですよね。ただ左側だけは先ほど言ったように接触の後じゃないんですけども、松田選手がこれ以上左側黒くできるかどうかっていうさあ松田次夫選手に変わりましたピア NSX、 どのぐらいの順位で戻れるんでしょうかね。タイヤのウォームアップはそれほど問題なさそうですね。車の動き見るそうですか感じだと。シフトアップを早めにしてちょっとペースを落としてるとか言ってますけど、余裕だってことですね。車は結構決まってるんでしょうね。どうやら3番手でコースに戻れたみたいですね。これで今 G-ZOX、SSR、ハセミ Z がトップ、カルソニック、インパル Z が2番手、3番手でピア NSX コースに復帰できたようです。その後ろが ARTA、NSX、ダイナシティトムスープラがその後ろ、さらにはディレッツァダノックスープラ、これがついているという GT500 のトップクラスということになりますけれども、もうかなり順位が入れ替わって入り乱れてますよね。さあこちら GT300 クラス、先ほどタイヤが取れてしまうというトラブルがありました。80番のエンドレスダイシアドマン Z、 順位をずいぶん落としています。い
いやーでもコースかなり汚れてきてますね。相当滑りやすい。ちょっとラインを外すとかなり滑るんでしょうね、これはね。今回はこのインフィールドに仮設スタンドが設けられまして、お客さんはほとんどそこにいらっしゃって、グランドスタンドというか大きなスタンドの方には入れていないということなんで、間近にこの GT マシンの走りと音を楽しめる今状況ですからね。あとね、匂いとかもあるんですよ。匂いもね、タイヤのね擦れた匂いとかエンジン、ガソリンの匂いとかね、その辺もやっぱりサーキットに来て見てもらうとね違いますね。やはりこの映像の音というよりも、やはり本当に実際の音とはちょっと違うんですよね。あとね、この G-ZOX の Z はね、そのアメリカンモーターレーシング的なカラーリングなんですね。だから屋根の上に3番ってこう大きくこう書いてあるんですけど、こうオーバルのレースした時に上から観客から番号が見えるようにアメリカのレースはそうなんですけど、だからそれよく似合いますよね、このサーキットにこの車が。しかも亡くなったナスカーのスーパースター、デイラー・ハートのね、カーナンバーと一緒ですから。いやーしかしこれ G-ZOX SSR ハサミ Z エリコマスがトップ走ってますが、これピットに入った後にピア NSX との位置関係がどうなのかということですよね。この2台は1回目の作業をセーフティーカーランの時に終えていますから、一番いいタイミングで入っているということですよね。そしてここで300クラストップに戻っていました NTEC NSX 黒澤春樹選手がピットに入ります。2回目のピット作業ということですね。やっぱりペースが一番速いですから、どんどんこう順位を上げてきていたんですね。さあここで NTEC NSX がピットに入って山野選手に変わりますね。八木選手乗らないんですかね。乗らないですね。そうですね。最後のピットですよね、これ。配布されたスタートドライバーは八木選手になってたんですが、結局黒澤春樹選手がスタートでも乗りまして、2パート乗って山野選手ということで、おそらく八木選手は翌日のスプリントレースの方に出るということのようですね。さあそして今ドライブを終えたばかり、今回がこの NSX ではデビューレースということになりますが、黒澤春樹選手の話を聞いてみましょう。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。もうかなりいいペースですし大丈夫でしょう。そうですね、いやもうレースは何が起きるか分かんないし、逆にまだまだね車に慣れてないから、もっともっと僕が、慣れる部分と、開発を進めなきゃいけない部分もあるんでね。だからその中では 100% やれたつもりですけどね。ちょっと初レースが荒れた展開であれでしたけども、でももうぶっちぎりですからね。もうねチームがいいからね、車もいいし体制が整ってるから、自分のやるべきことをやればね、レースっていうのは成り立つと思うから、自分にプレッシャーをかけて頑張ってやりました。じゃああとは山野さんに任せて。そうですね、あとは任せて、チャンピオン取ったドライバーですから大丈夫だと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。という黒澤春樹選手の話だったんですが、非常に圭一さん最初のレースとしては落ち着いてますし、堂々としてますよね。今までね長くレースやってますから。さあそしてこちらはカルソニックインパル Z ブノア・トレブイエが今バンクで1台かわして試験に入っていきました。 Z ですね。 Z でしたよね。簡単にかわしましたよね。今G-ZOX だと思います。そうですよね。G-ZOX SSR ハサミ Z をこれで簡単にかわしていったということでしょう。これは位置関係どうなんでしょうかね。モチュールを Z ですね。こちらをかわしたんですね。はい、そうですね。ということは周回遅れだから乗けろっていうことですね。そういうことですね。モチュールキーバリー Z は途中でピットでちょっと作業時間が長かったために順位を大きく落としていますからね。でおそらくこの段階で何かパワーステアリングのトラブルを抱えているような話を今聞いていましたんで、ミハル・クルン選手がかなり重たいステアリングを操りながらということだったみたいですね。ペースが上がっていないようです。そしてこの雨宮アスパラド今トップを走っていた300クラストップを走っていた山内選手なんですが、前バイパーですね。今当たったんですかね。何かこう持ち上がりをタイヤが取れたんですかね。
突然今ガクンとこうフロントが持ち上がりましたから、後輪何回乗りましたよ今。盛り上げバイパーとの接触じゃないでしょ。接触じゃないですよね。バイパーの方はスッと行きましたから。なんかフロントからなんか飛びましたね今。左の前がもう持ち上がっちゃってますから、これおそらくタイヤが外れてるんじゃないですか、ね。タイヤが外れてる。うわー、足が折れてますね。左の前輪のサスペンションが折れてるんですか。はは、それで前が持ち上がったように見えたんですね。これでいい写真あれパイロンいやというより縁石コースじゃないとこ走ってましたよね。コースじゃないとこ走ったんで、空折れますね。ああなるほど。だから多分イン抜きに行って接触すると思ってインに逃げたかなんかじゃないですか。ああそういうことですか。今ね映像にはコースじゃなかったですもんね。コースじゃないとこ走ってましたね。そうでしたね。縁石と縁石の間のその溝にはまったとか。いやこれはもったいないですね。トップですよね。まあ16号車が2回目のピットに入った段階でまたトップに戻っていたということなんですが、ちょっと致命傷ですね。いやこれはいやもうちょっと直せないですね。今はねゴミの上に乗ってアクセルちょっと踏んでしまったんですね。はい。さあ片岡。さあそして暴れん坊ジェームズ・コートニー、これでようやくお役御免ということで片岡和選手に変わりますが、まあねぶつけてねあんまそれは良くないですけど、まあ元気ある走りでね来年につなげてもらえればね、我々トヨタグループとしてはいい。まあアメリカのお客さんにしてみれば楽しかったんじゃないですかね。まあ今後ね接触なくあれだけ頑張ってくれれば、トヨタ的にはもう最高だなと思います。こういうのありますね、アメリカのレースありますね。まあでもこれはカルソニックは入ってくるんですね。ここでピットイン2回目のピット作業です。カルソニック序盤トップを行ってたんですが、やっぱりちょっとタイヤのトラブルか何かがあって順位を落としていたんですけれども、これでピットに入って4番手ぐらいですかね。走っている段階でピットに入ってきたということですが、そしてこれ山口選手ですが、残念ですよねこれはね。まあね何があったかちょっと分かんないですけど、もう残念ですね。でもあれ縁石ってあそこまでフロントって壊れるんですかね。いや縁石じゃなし縁石乗り越えてる感じですね。だからアウト側のタイヤが縁石のイン側に出るぐらいの感覚でしたよね今。さあここで G 属 SSR ハセミ Z もピットに入りました。2回目の作業か逆に壊れたから縁石まで逃げたんですけど、もうその可能性もあります。危ないから横にそのバイバーもいてるし、足が折れて危ないからその周りのためにも逃げたっていうまあどっちかですね。さあこちらはシーウエスタ大新アドバン Z 尾本選手から再び柳田正孝選手へと変わります。通常のドライバーのミスではないと思いますね。なんかこう抜きに行くのに何かあって入ったとか。さあ G 属 SSR ハセミ Z、 こちらもまずその予定通りという2回目のルーティンの作業ですね。ドライバーは変わりました。ちょっと左の前が当たってましたが、あんまりダメージはなさそうですね。金石俊弘選手に代わってコースに復帰します。今シーズン Z の中では唯一勝ってないのがこの車ですから、是が非でも勝ちたいでしょうねこれはね、最後のレース。2パートを走り終えたエリック・コマス選手です。こちらはレイビリック NSX。コマス選手っていくつになるんですか。30。まだ30代。9ぐらい。9か40かそのぐらいじゃないですか。ぐらいじゃないですかね。結構元気ですね。タフですよね。さあこちらは松田次夫選手に代わったピア NSX。またペースを上げてきています。
先ほどジーゾックスも入りましたし、カルソニックも入っていますから、これでまたトップに戻ったということですかね。そうですね、ジーゾックスがどのくらいの位置にいるのか、これですね、これですね、ここで抜いた、まだそのタイヤの、温まってない、なるほど。ということは、ジーゾックスの方がピットアウトした段階では、PINSX より前にいたということですね。後ろまたなんで抑えへんねやと怒られるんですよいやでもということは、これ、後ろも来てますね。いい勝負になってますね。59周目に入りました。実質的今ワンツーですよね、1位2位の争いですよね、ということですね。ARTNSX はどうなんですか、これ。これまだピットにもう一度入るんですかね。入らないと。今まだ大輔が乗ってますからね。はい。まあ周回遅れですけれども、もうでもまだ伊藤大輔選手乗ってますかね。おそらくもう2回作業を終えてるんじゃないですかね。ということは金井選手、金石ですね。そういうことですよね。今これで PINSX がトップに立って、ジーゾックス SSR ハセミ Z が2番手、3番手はおそらくこれまだ2回目の作業を終えたかどうか。ジーゾックスは誰にパッシングしてるのかな。勝手にパッシングになるんですか、この車。どうでしょうね。だって前に長木の車しかいてないですよね。300いてないですよね。そうですね。ほら、ここでもパッシングしてますよね。これあそこでもしてるでしょ。血が入ったままになってるということなんですか、それとも日産の車は勝手にパッシングしてくれるんですかね。だって前に車いてないのにする必要ないような気はするんですけど。これロスだ。そうですね。今これちょっと引っかかりましたね。おそらくディレッツァが現在3番手で、カルソニックが4番手ぐらい、多分8番 ARTNSX は7番手ぐらいではないかと思うんですが。そしてここで100番が入りましたね、エブリック NSX。さあレブリックはこれ加藤弘樹選手が真ん中のパートを受け持って、変わるんですね。ここでその新しいブルース・ジョアニーにどうやら変わりますね。用意してなかったみたいですよね、またね。ヘルメット締めながら、まだね、全く走ったことがないわけですから、慣れていないというところもあるんでしょう。でもジーゾックスがだんだん追い上げてきてますよね。タイヤがやはり温まってきて、そうですかね。そうですね、感覚が少しずつまた縮まってきてますから、でも出ていった週でもなかったような気がするんで、ミスしてゴムカスに乗ってちょっとタイヤがグリップダウンした可能性もあります。出ていった週じゃなかったですもんね。あと20週ちょっと。そうですね、61周目に入っています。さあ残り、25ラップ以上まだありますけれども、どうでしょう、追いつきますかね。面白い戦いですね。年色のパッシングからしたらかなり気合が入ってますよね。そしてこれは22号車、モチュールキーバリー Z、クルム選手降りてます。ハンドル重たいでしょうね。結局パワーステアリングトラブルは解消しなかったということなんでしょう。いや先ほど十一君が言ったように、このニスモ線のこういうトラブルって考えられないですよね。いやこれニスも全滅ということになりますか。珍しいですよね。あまり記憶がないですよね、2台ともというのは。がっくりというだいぶね、これね、肩で息してますよね。そうですよね。通常ね、ここまで。そして RTNSX 金石勝友選手の方でしたが、結構ひどいですね。激しくクラッシュしてますね。フロント右サイドと、これはどこでですかね。真ん中の左側ですね。どうやらインフィールドでそのコースアウトしてぶつかってしまったということのようですね。単独ですか。おそらく単独ではないかと思うんですが、
うわ前から突っ込んだ感じですね。そうですね。いやー、金石克友選手はルマンでもね完走している、夜の走行にもおそらく慣れているドライバーだと思うんですが、ちょっとした何かがあったんでしょうね。やっぱり伊藤大輔選手、金石克友選手、差が出るじゃないですか。でいきなりやっぱり暗い中で路面状況がわからない、目が慣れてない、そしたらどこにタイヤガスがあってゴミがあってオイルが出ててっていうのものすごく分かりづらいんですよね。それでちょっと無理してしまうとやっぱりああいうトラブル、接触、クラッシュにつながるんですけど。さあ残り19周になりました。またちょっと松田次生選手が頑張りましたか、間がわずかに空いています。ドライバー降りましたね。降りましたね。ちょっとこれは直せないですよね。今すぐにどうこうなるという壊れ方ではありませんね。引っかかってセーフティーが入った。ありました。これセーフティーが入りましたね。ここでセーフティーカーが入りましたか。何ですか、破片が落ちてるとかそんな。これですか。今このハゴが止まってるんですね。さあそして G-ZOX SSR 長谷見 Z 長谷見正弘監督が何事か今無線で支えていましたが、いないんでピット入ったんじゃないですか。いや違いますよね。結局、300を抜こうとした時にセーフティー入りましたね。入りましたね。これ何回目ですか。これ3回目ですね。どうやらその最初のピット作業が、レギュレーション上15周終了時点で入らなければいけないというものを満たしていないという判断がされたみたいですね。このために今15周前後のところでセーフティーが入りましたよね。でその辺で解釈がおかしな解釈がちょっと違う解釈があったということで、結局1回目の作業は認められなかったということで、この G-ZOX SSR 長谷見 Z は3回目の作業に入ったということですね。これからやった時に惜しいですね。もったいないですよね。ということはピアも入らなければいけない。そうですよね。同じ週やったような気がします。同じ週でしたからね。それからディレッツァダンロップスープラもおそらくそうですね。無限の NSX はどうですか。無限はあれ大丈夫でしたっけ。いやただあれもダメですね。あれも15周終えないで入りまして、しかも300クラスですからコントロールラインより手前でしたから。終えないでってどこで15周とするかでしょ。そうなんですよね。ピットロードにもコントロールラインがあるわけで、多分その辺の解釈が違うかったんでしょうね。これはきついな。それはっきりしといてもらわないと。ただG-ZOX SSR 長谷見 Z は3回目は最も小さいロスで済みましたね。そうですね。セーフティーカーのおかげでね。どのぐらいの位置に来てるのか。レースが再開されました。でも通常入らなくていいストップなんでね。でも結構前に出ますね。そうなんですよね。さあここから敏郎頑張れ。いけっていうのもおかしい。さあこれは今地元のポルシェを他のマシンがかわしていくところなんですけれども、もうかなり各クラス入り乱れてますんでスピード差がありますから、ちょっとこの再スタート直後は怖いですね。ここで金石敏郎選手、でも本当の最初のロスですね。前にもうあと1台2台そうですね、何台しか2台か前がもうこれはもうすごいグッドな判断ですね。そうですよね。監督。それと逆にダンロップスープラがすぐ後ろまで来てるんですよね。ということはこれ中島さんとかもダメ。いや入らなければダメだということだ。ということは一番この長谷見 Z の長谷見さんの考え方が一番正解だったということですよね。2番手で戻れたということですか。2番手のまま。そうですね。2番手のまま戻ってますね。すごい。これはすごいですね。これはもうチームすごいですね。この感覚ですからね。すごい。いやこれはすごいですね。ということはすごくうまくピット作業を行ったということでしょうね。セーフティーカーをうまく使ったということですよね。ただ給油ももう本来入らないとでおこうと思ってただけのガソリンは入ってますから、給油も多分アクションだけで良かったですよね。多分。でタイヤはさらに新しいニュータイヤに変わりますから。さあ先頭はこのピア NSX ですが、まだこれおそらくもう1回ピットに入るという指示があるんでしょうね。これも同じことですか。これパナソニックインパル Z 井出裕二選手なんですが、あれピットするんですかこれ。
これはペナルティーですね。木端追い越し違反ということだったようですね。ドライブスルーペナルティー。そういうこともシリーズ中やらないよね。どうなったの？いや本当に今回は Z がバタバタですね。唯一あまりそのトラブルなくいっているのがこの3番の G 属 SSR 長谷見 Z。今回は最終戦終わってすぐの船積みだったからほとんど手をつけるところがなかったんだよと、そういう準備期間ってものすごくやっぱりチームにとっては大切ですよね。かえってでもそれが良かったのかどうか分かりませんが、上位で走っています。ただトップを行きますのはこのピア NSX。車は快調ですね。いいですね。このコースの真横でこう見れて今の音でも違うじゃないですか。こうやって引いてるカメラの音とさっきの真横にいてるカメラでアメリカのレースでそこで観客が見れるんですよね。さあ残り周回が少なくなってきました。ただこのピア NSX もしくはディレッツァダンロップスープラこの辺りがもう1回入るのかどうか。ピア NSX は現在トップ、2番手が G 属 SSR 長谷見 Z、 3番手に35番のディレッツァダンロップスープラ上がってきています。先ほどのドライブスルーペナルティーを受けました12番カルソニックインパル Z が現在4番手、その後ろに序盤暴れましたコートニーがドライブしていたダイナシティトムスープラ、現在は片岡達也選手。またなんか入ってますね。どうしたんですかね。これ同じことですか？これもおそらく片岡選手がいやでもここはもう4回目ぐらいですよね。いやでも途中1回はライトを直しただけでしたから給油とタイヤ交換が必要ということで、ここはその分を今ようやく消化したということなんでしょうね。この37号車も15周終わりで、セーフティーからの時に1回入っていますから、その分を今消化したということでしょう。となるとあとは残り2台3台ですか、16番 MTEC NSX も含めてということになりますが、残り8周になりました。中島企画はこのまま生かすつもりですかね。そうでしょうね。これも服部さん説明に来ましたよ。そうですね。今 GT アソシエーションの方からピットに入るという指示を今受けてるんでしょうが、あれは服部さんやってね講義に行ったりね話聞きに行くのってよっぽどのことなんですよ。大概のことやったら自分の中でってこう我慢する人なんで、多分よっぽどなんでしょうね。さあピア NSX そしてディレッツァダンロップスープラともに、その1回目の作業が終わっていないという判断なのかどうか、結局そのままチェックまで走るんでしょうね。やっぱりね各チーム各メーカーね、そのやっぱり大金をつぎ込んでレース勝ってスポンサーに喜んでもらって観客に喜んでもらってと思ってこうレースしてるわけで、そのやっぱ解釈の違いっていうその勘違いとかそういう起こりうる部分でね、そのレースのねあやが左右するっていうのはね、ものすごくちょっとこう歯がゆさがあるんですよね。その部分での交渉なり抗議だと思うんですけど、やっぱりその辺誤解のないようにね、今後やっぱきっちりそのみんなが理解して分かるようなジャッジをねしてもらいたいですよね。そうですね。全くその通りですよね。さあ300クラスの方なんですが MTEC NSX は、その1回目の作業がどうなのかという問題は抜きにして、もうこれで2番手の81番 C ウエスト大新アドバン Z を1周遅れにしているということでしょうね。今抜いていきましたよね。そうですね。いやいや1周どころではないのか。これはさらにいや結構ぶっちぎりですよね。2周抜いてるということですかね。2周遅れですか。この80何ラップでですか。ちょっとダントツに速い感じですね。そうですね。ガライアがいてたらその前どのぐらい走ってたかってね。もう笑ってますやんピットが。まあね300のチャンピオンカーらしい走りですよね。ガライアもこの MTEC NSX も80キロを背負ってやってるんですがね、このレースももう全く関係ないですね。圧倒的に速い。最終戦もウェイトを積んでね、そのポール争いしてトップ争いしたわけですから、やはりちょっと車としては群を抜いてますね。で特にガライアの場合すごいバランスがいい車だから、だからインフィールドこういうコースだと余計合うんでしょうね。さ
さあトップのピア NSX と2番手を行きます G 属 SSR 長谷見 Z、まあ、位置関係これはもうちょっとその残り周回で抜けるというような距離ではないとは思うんですが、あとはその1回目のピット作業を有効とみなすかどうか。ただそうすると順位変わりますね。変わりますからね。今これブルーフラッグなんですね。今大進に対してのアメリカのブルーフラッグってああいう黄色い線が間に入ってるのも使うんですね。ケイさんは以前イグサのレースに出てらっしゃいましたから、ああいう旗もありました。いや僕ああいう旗あまり記憶にないんですよね。そうですか。ブルーフラッグはブルーフラッグだと思ったんですよね。ちょっと悩みますよね、ドライバーとしては。あれなんだろうとね。さあ残り周回ほとんどなくなりました。どうやらレースはこのままか。ただ問題はその後の最低ということになると思いますが、今現在コース上ではピア NSX が先頭、2番手が G 属 SSR 長谷見 Z、 3番手がディレッツァーダンロップスープラということになっています。このダンロップスープラは海外行くと意外と表彰台に乗るんですよね。そうですね。僕はっちゃんにも言ったんだけど、なんで日本で表彰台に乗れなくて。日本はねやはりねその震災があってね走り込めてない時間が長いんですよね。やっぱりその辺ブリヂストンとデータの量が違くて、やっぱ海外行くとブリヂストンもある程度やっぱりデータの量が減るじゃないですか。その部分はあるのかなとか思いますけど、僕なんかは自分の弟がね乗ってるいうのであってよくその話聞いたりチームのやり方見るんですけど、ものすごくレースに対してダンロップの方が情熱的で、本当に家族みたいな感じで、なんとかこうブリヂストンに対してちょっとでも近づきたい、追い抜きたいっていうのが必死ですよね。さあそして今ホワイトフラッグが振られました。これもアメリカ独特ですよね。ラスト1周ですね。ファイナルラップに入った時に出されますホワイトフラッグが振られました。あれこれはカルソニック Z はリアゲートが開いてしまってるんですね。そんな普通のレースで見たことないぞ。だからこういうのが今回の日産勢ですか。珍しいですね。珍しいんですよね。なんかものすごく大きなリアウィングがついてるみたいに見えますね。やっぱり僕が言ってないからみんなちょっと気が緩んだ。そんなことはないか。いやそうかもしれないですね。なんとか怒られますねまた。さあトップ争いの2台はでもよく追いつきましたね。これ敏郎選手頑張ってますね。敏郎タイヤはニュータイヤにしてもかなり追いついてきましたよ。ファイナルラップでその間合いを詰めてみせています。どうなんでしょう。あとは最低次第ということなんですが、最後まで意地を見せますこの G 属 SSR 長谷見 Z。 最近敏郎の走りがねどんどん良くなってきてるんですよね。良くなってきてますね。本当に速くなってますよね。やっぱりこう慣れると本当に速くなりますね。この人ね。慣れ方をもうちょい早くしてもらいたいなっていう。もともとねそのカート上がりの子なんで、こうやってツーリングカーね全く乗ったことなかったですね。そして今メインストレートこのバンクのところでチェッカーフラッグが出されました。中島企画に対しての振られましたね。ピア NSX に対してまず真っ先にチェッカーが振られまして、 G 属 SSR 長谷見 Z はこれで2番手でチェッカーということになりました。大喜び。いやー最後のねこの最低がどうなるか、そしてこの300クラスはもちろんこの MTEC NSX がトップチェッカーということになるんでしょうが、まだというより前でしたからもう一周っていう、これどう思います。これドライバー気づいてんのかな。それはバックミラーってないんですよ。ルームミラー、サイドミラーから多分これ映らないと思うんですね。でもこれじいち君多分無線でも無線でね、あとなんか風の音とかするかもしれないです。なんかやっぱでもね車の動きは変わるんで変わりますね。やっぱりリアウィングが下がれてるんで。さあ GT300 クラスの方もダントツぶっちぎりですね。この MTEC がぶっちぎり、おそらくこれ何かしらペナルティーがあってももうトップはこれ変わらないでしょうね。そうですね。差があるはずですから。いやこれでも珍しい光景ですよ。リアゲートがなかなかこういう光景見れないですよね今まで。さあそしてこの MTEC NSX もあと少しというところまで来ました。もうシフトも早いですよね。そうですね。山野選手ももう低い回転でどんどん上のギアにアップして。そこで最後に今ちょっとパイロンを何してんねや自分。
何だったんでしょうか。なんかしたかったんかな。山野選手結構ショーマンシップ発揮するんで、あこでなんかぐるぐる回りたいかなんかあったのかな。ですかね。ああ、それでも今ガッツポーズよりもその前のパイロン弾き飛ばすなんやねんって感じ。いやー、今結局、これでトップチェッカーを受けたのは両クラスとも NSX だったということになりますね。ここへ来てホンダがそうですね。最後の最後、速さは Z やスープラあったんですが、安定性という部分で、500クラスの方はピア NSX がトップチェッカーになりました。そして300クラスのガラヤがいなくなったことでNSX ぶっちぎり。そして井出選手押してますが、あんなのは見たことないですよね。さあ結局これで、500クラスの方はまずピア NSX がトップでチェッカーを受けて、持続性 SSR アセミ Z が2位だったんですが、3位がディレッタダンロップスープラ、4位がカルソニックインパル Z、 あの状態で4番手です。そしてダイナシティトムスープラが5番手で、チェッカーを受けました。300クラスの MTEC NSX がトップ、総合でも6番手ですね。そして、レイブリック NSX を間に挟んでシウエスト大新アドバン Z が、300クラス2位、そして、インプレッサが3位に入っています。さあそれではドライバーのインタビューをお聞きいただきましょう。おめでとう。今年2勝目だよね、これでね。そうですね。やっぱりチームとね、そして本田さんがね、やっぱり頑張ってね、車作ってくれたおかげで、もう最終戦はね、こうやって勝つことができてね、2勝目で本当に嬉しいです。昨日言ってたんだけど、ね、アメリカにも本田さんのファン、NSX のファンがいっぱいいて、約束通り勝ったということで、そうですね。やっぱり来るときにね、NSX の車何台かいたんでね、やっぱり高い車なのに優勝。答えてるな。そう、本田さんがね、やっぱりためにもね、やっぱりチームのためにもね、一生懸命走ってこうやって結果出すことができて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。Yeah, thank you very much. It was a really exciting race for us, especially at the end. It got really close, but they did a really good job, and we can win the race. It's great. ということで今シーズンの選手権戦茂木に続いての2勝目ということで、これは計算見事ですよね。そうですよね。でこの純一君、こういうお祭りには強いですよね。強いですね。やっぱりチームの底力があるんで、やっぱりそういう新たなサーキットといったところは強いですね。さあ続いては GT300 クラスを圧倒的な速さで制しました MTEC NSX のドライバーへのインタビューです。おめでとうございます。ありがとうございます。完璧な、これ以上ないレースでしたね。そうですね。八木さんがね、まず出て、でガライヤ止まった時は、いや今日僕ちょっと出番なく、初めからハルク君がね、すごいいいペースで。八木さん出番なし？僕明日出番。だから全般ツースティンとハルク君がいて、ハルク君のすごい走りとね、山野さんのいい走りで、今回の結果にね導いてもらえたんじゃないかと思います。じゃあ一番いい役だ。もう超ピット盛り上げ役ですね。じゃあ一番頑張ったのはハルク選手。いやみんながね頑張ってくれたおかげで勝てたんで、僕だけの力じゃないです。でもね、デビュー戦ですからね、実績とね。デビューインです。はい、やれることはやったかなっていう感じです。はい。山さん、なんか最後もいい形で締めくくれて最高の年になりましたね。そうですね。やっぱりオールスターっていうのはまたちょっとシリーズ戦と違う意味合いがあると思うんで、特に初めてのアメリカのカリフォルニアでね優勝できたことはめちゃめちゃ嬉しいですよね。しかも NSX 両クラス制覇。あ、そうなんですか。おお、素晴らしいじゃない。ね。本田さんにとっても良かったですね。最高のねレースだったね。お疲れ様でした。ちょっと明日頑張ってください。明日まで頑張りますけど。スプリント担当で行きます。温存してます。お疲れ様でした。おめでとうございました。ありがとうございました。シゲ頑張ったな。すべてはシゲです。はい。そんなことないです。でもほんまに最終戦鈴鹿終わってから運ばんとダメやったんで、結構最終戦でちょっと当たられたりとかしてダメージとかあったまま持ってきたけど、ほんまにうちのメカニック今年僕いろいろやらかしてるんですけど、その度にこう修復してくれて、今回もほんまギアとかものすごい渋いんですけど、なんとかやっぱり最後まで走りきれるようにやってて、
このメカニックとかちゃうかったらね、ほんまギア入らんと止まってたぐらいで、最後タイム落ちたんはその関係でちょっと後ろ余裕だったんで落としたんですけど、価格で豆できちゃうのでもタイヤはタイヤで、あれ俺これ左、あれ右手あれどっちこっちかタイヤはタイヤで、ほんまにそういうギアのそういう守らなあかんのがなかったらずっと多分6秒前半か5秒後半で走れるタイヤやったんで、ちょっとダンロップの良さ、今年の良さを最後にちゃんと見せれたんでね、ちょっとホッとしました。昼間やってくれたらもっと早いと思うんだけどね海外だと表彰台乗るんだからこれどういうことなの？もう来年のあれは全部海外さっき日本がいいって言ってたんですけど飯は日本がいいね。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。というインタビューだったんですが、いや重和選手頑張りましたよね。そうですね、服部さんっていう素晴らしい先輩のもとを学習しながら乗せてもらってて、ダンロップタイヤも頑張ってくれてるんで、いい環境で来年も頑張ってください。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。最後ね、金西君もう少しで追いつくとこだったんですけど、でも最後のピットインっていうのはどういうあれだったの？ごめんね、でも本当はレギュレーションはちょっと英語から日本語まではいろいろのチームは間違えてたかもしれない。でも本当はレギュレーションは15周目ハートはピットストップね、2つとピットストップはコンプルソリーだから、我の初めてピットストップは私の車32、20、35と1度シャワー、これはカウントできないわ。14周目だったから。そしたら我々のチームはもう1回はピットしてください決めた。そしたらレギュレーションは大丈夫。32番は大丈夫じゃないみたい。そしたら今はオフィシャルリザルトは待ってます。そう2番とか1番はまだ分からない。でも最後よく頑張った。そうですね、もうできるだけプッシュして、早いとこ試験1個目の試験とかもうなるべくブレーキとか我慢して、もう前に追いつくだけ考えて最後は走りました。オールスターだけども、結果的には今2位なんだけども、おめでとうございます。はい、ありがとう。さあそして今表彰台の模様をご覧いただいていますが、どうやら結局レース終了後その最初のピットインについては32号車と35号車そして16号車は義務周回数をクリアしていないという裁定が出されたようでして、それぞれにレース結果60秒加算というペナルティーが加えられたわけなんですが、ただ300の方はもう完全にぶっちぎりでしたんで、MTEC の優勝は変わらないということになりましたですね。でこの表彰もそのように行われています。計算これ300はですね、ガライアがいなくなったと同時にもうこれ完全に決まっちゃった感じがありますよね。そうですね、300の Z ですか、ちょっといろんなトラブルがあったり、そうですね、結果的にはやはりこの MTEC とね、ガライアがいればもっと面白いレースになったと思うんですけども。さあそして GT500 の方なんですけれども、結局ですね、32号車ピア NSX は60秒加算させると、3番の G-ZOX SSR ハセミ Z の方が前に行くということで、優勝は G-ZOX SSR ハセミ Z に変わりました。そして2位がピア NSX、3位はこのディレッツァダンロップスープラは変わらずという結果になったわけなんですが、これは秋坂さんちょっとドライバーとしてはね、そうですね、そのレギュレーションのもとね、きっちりチームをやってますし、その解釈の違いでうんぬんっていうのはね、やっぱり辛いですね。やっぱりレースになればチームっていうのはもう真剣、オールスター関係なく真剣ですから、あとでも表彰台見てね、ホンダ、トヨタ、日産ってね、これ3新メーカーがね全部揃ったっていうのがいいですね。本当ですよね。そうですね。結局最終結果はご覧のようになっています。持続性 SSR ハセミ Z が最後に初優勝ということになりましたね。一方300の方は MTEC NSX が、終盤最終戦とこのオールスターで2連勝という形になりました。そしてインプレッサーが頑張ってね3位に入ったのもちょっと嬉しいことだと思います。さあそして、GT200 レースの翌日ですね、12月19日日曜日にスプリントレースが行われました。これはドリフト用の非常にタイトな、バンクを使わないコースで行われたということで、かなりですね、抜けないというか、バトルになりにくいというレースだったみたいですが、それでも結構頑張ってますね、みんなね。
ただこの中でちょっと日産系のチームは長谷見 Z を除いて参加しなかったりということでいろいろと、トラブルもあったようなんですけれども、結局キア NSX が GT500 クラスは優勝、そしてダイナシティトムスプラ博多ドーム NSX と続きました GT500 クラス、そして GT300 クラスの方は、前日の雪辱を晴らした ARTA ガライアが優勝しまして MTEC NSX が2位、そして Z が3位という結果に終わっています。さあそして、これでオールスター戦も終了ということになったわけなんですが、来シーズンは、ついにスーパー GT ワールドチャレンジという名前でレースが行われることになりました。新しく選手権がJGTC ではなく始まるということで、今度はこの富士スピードウェイも、リニューアルされて、2戦行われるということですね。計算はこれご覧になってるんですね。そうです。この間走らせていただきました。どんなサーキットですか？いや素晴らしいですよ。そうですか。いやでももう着々と出来上がってますね、もうね。で、この富士スピードウェイ、新生富士スピードウェイの、こけら落としになるのがこの GT のスーパー GT のレースということですから、これは秋坂さん楽しみですね。楽しみですね。なんとか記念すべき1戦目のレース、なんとかこう記録を作りたいですね。そうですよね。優勝であるのかポールであるのかね、残りますからね。いやでも今でもコーナーに名前は付けたくないですけどね。そうですね。そして来シーズンは全9戦で予定が組まれていまして、新たに上海国際サーキットでも選手権戦が行われます。またこのオールスター戦カリフォルニアスピードウェイでまた12月に予定が組まれています。ということになりまして、これは来シーズン本当に楽しみです。スーパー GT もちろん新しいマシンも出てくるでしょうし、新しい選手権としてスタートするということで、ケイさんこれはもう本当に期待できますね。そうですね。ケイさん何を一番期待しますか？そうですね。特に来年のその富士のレースも見てみたいし、また上海というところの、秋澤さん9戦というのは今までより2戦増えますけれども。まだタフになりますね。ただね、それはもう今 GT アソシエーションがやってくれてるこの国際化に対してね、本当にこう踏み出す一歩っていうのはものすごく難しいことだったと思うし、それを踏み出してくれた彼らの努力には僕たち感謝したいんですけども、それをすることによってね、新しいサーキットでどんどんレースが増えていく中でね、いろんな問題が出てくると思うんですよ。その辺をせっかくやるんだからこうクリアしながらね、なんとかいい大会にしていただきたいと、その辺を望みますね。なるほどね。それとトヨタ、ホンダ、日産、三つどもえでまた素晴らしいレースを、見せていただきたいですよね。ちょっとね今シーズンは、Z がチャンピオン取りましたけど、またトヨタの巻き返し、そしてホンダのね巻き返しにも期待したいですし、300クラスは300クラスでケイスさん、そうですね、激しいねレースが行われていくと思いますから、またちょっとガライアと NSX 抜け出してますけれども、ここに加わるライバルが出てきてほしいですよね。もうぜひ出てきてほしいですね。ポルシェも速くなってほしいし。さあそして脇坂実選手にはですね、JGTC では最多ポールポジションという記録をお持ちですけれども、またスーパー GT に変わってもですね最多ポール、そして最多賞を狙っていただきたい。これ1回こうリセットされるわけですよね。ということでしょうね。そしたら僕の最多ポールポジションっていうのは残るわけですか？いや残るはずですよ。あとね優勝回数もねあと1回でねトップやったんですけどね、ちょっと最後正美さんにやられたんでちょっとでもね今後どんどんまたこう時代のねこう切り替わりとしてね、僕がね記録どんどん作っていけるように日々努力したいですし、なんとか頑張っていきたいと思います。ぜひチャンピオン奪還を目指して頑張ってください。お別れの時間となりました。解説には鈴木圭一さん、そしてゲストには脇坂実選手にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私中島秀幸でお届けしました。